こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。さて今日は東京都美術館の中からお伝えしています。日本の水石文化を代表する展示会として11回目の開催となっております日本の水石展が、このように60回の歴史を持つ日本水石名品展を継承する形で61回展として今年は開催しています。海外を含めて日本の名石、そして床飾り、さまざまなものをご紹介させていただきます。お楽しみください。3室に分かれているこの展示、この第1室は特別席の珠玉の名品の数々、そして毎回その企画展といわれる席、そして小さな小さな宝物の席、これで毎回構成されています。日本の名石たちをご案内しましょう。特別参助出品として岡山県の大家愛好家が出品された名石です。虚無僧と名付けられたこの石は京都伏殺石という珍しいものです。伏殺石という石はありません。火打ち石を京都山奥から取る時に伏御という袋物で山から下ろしたところが名付けられたものです。まさに虚無僧のそのままの姿が天然の石の中に感じられる自然界の奇跡ですね。長く水石協会の会長を発足時からお願いして、今は社団法人となって名誉会長職となられている明治神宮の宮司の皆様、世田川の渡来市の壇石、神宮所蔵として名高い大座石の名品です。毎回特別席を飾ってくださるいくつかの中に、さいたま市大宮盆栽美術館からの出陳がございます。今回は京都琵琶湖に採れる世田川石、名を春行と付けられています。梨地の穏やかな擦れた肌が緩やかな春のおぼろを思わせる山並みを見せています。使われている導水板は日本導水板最高峰といわれる原田法雲作の万事透かし楕円です。盆栽美術館として所蔵されている名品の道具を使った見事な水板飾りです。今回の水石展のポスターにもなっているものです。中国原産の霊壁石、その名を龍神と言われます。立ち上がる姿、そこから腰を曲げて左に倒れ、よく見れば左の龍図、龍の顔が天に向いているのが分かります。霊壁石は古くは中国の漢の時代にはすでに貢ぎ物として存在したと言われます。日本の水石文化への元をたどる源流がこの中にあり、辰年である今年をなぞらえて主座をこの龍神としました。水石展に飾られる石は2人で持つような大型のものから、文人墨客が卓上で愛した手のひらに乗るものまであります。そのような小さきものは防犯も兼ねて大きな美術館ケースの中に展示されています。ステンレス製の新しいケースもありますが、美術館にお願いして半世紀を超えたこういうケース、水石の味わいとしても楽しいものですね。今回の日本の水石展から61回日本水石名品展、これへの名称解消、ここからの歴史の流れを記念して
特別企画として一般財団法人京都国際文化振興財団慶雲庵さんの協力によって日本の名石と謳われる数々の財団造品石を16石飾っていただきました。歴史をつなぐ分岐点であるこの展示会、この石たちが次の時代へ、そして61回から80回、いずれは100回転へとなることも、その頃もこの石たちは日本の水石家たちの羨望の的の数々となっているでしょう。この水石展は美術館の中のいくつかの部屋になっています。ここは第3室、平飾りと言われる水石を台座や水盤で飾り、それを台という職において一つ一つをまるで対峙するように眺める、そんな飾りがなされています。ゆっくりご覧ください。京都鞍馬山ほど近くに採れる鞍馬石、水石界で遠山石、遠くに眺める穏やかな山という姿に見立てた石です。水石の山形石を代表する形です。五木赤石という大変産地もその色も珍しいものです。あけぼのの光に輝く山々、または全山紅葉の山、人の心がそこを見立てます。この石はイタリアのご婦人が日本の水石を愛して出品してくださったものです。静岡県安倍川で採れるこの石、まさに雪をかぶった富士のような姿です。アメリカ・ニューヨークに住むこの水石家は日本の水石をアメリカ東海岸に伝えてくれた恩人でもあります。四国伊予地方に採れる伊予石は庭石の名石としても有名ですが、水石としても貴重な産地です。このように翡翠色の姿が混ざるものは少なく、まさに渓谷の中から美しく清き水しぶきが流れ出るように映る、まさに実景を写し取ったような一石です。京都鴨川上流八瀬地方で産した八瀬すだちマグロ石です。美しいエメラルドグリーンの長方の水盤、その両側の空間の美しさ、もちろんその石の山姿、谷合には湧き立つ霞や雲を思わせる白い部分もあります。水盤飾りの手本といえるような一石です。皆様に先日わびチャンネルでご紹介した胆石、その場所である多摩川の山の一石です。反り型の姿を船と見るも、抽象的なモダンな姿と見るも、見る人の心によります。今回の方はこれを高瀬舟と名付けているようです。残念ながら私たちの探石の時にはこのような素晴らしいものはもちろん探せませんでした。東北地方、北海道とつながるそこには浅間石、別名松前コタンと言われる大変質の良い石が産しています。すっくと立つその姿、初花という名にもなぞらえるように、まるで貴婦人が立っているような姿、人物としての姿石です。今回
ちょうどこの階の下で開催されております第98回国風盆栽展、数年前史上最年少で国風展を受賞した清水千恵里さんがこの水石展もご覧になりに来てくれました。千恵さんどうもお疲れ様です。ありがとうございます。どうですか、盆栽とまた違ってこの水石を見て。また盆栽とは違って凛としたっていうか、まだまだ水石は勉強の身なんですけれど、この一つの石を見ても周りに広がる大自然だったり、あとはこの石がどういうところにもともとあったものなのかっていうことがすごい想像が膨らんで、また盆栽とは違った想像が膨らむなっていう感じで。よく外国でも言われますが、全部山や川にそこにあったものですからね、盆栽と違って作ったもんじゃなくて、でもそれが人が見て何かを思って台に入れたり水盤に入れたりして人が楽しむって、これものすごく面白いですよね。興味深いですね。その人の見方で変わるんですから、盆栽大使としてこれ各国へ動く時もあるでしょうけど、日本の水石の素晴らしさも、ぜひ皆さんに伝えてやってください。ありがとうございます。ありがとうございます。日本水石名品展、その少しを今日ご紹介しました。いかがだったでしょうか。日本の山河に横たわる一つ一つの石が人の手によって見立てられ愛され、育成層の年を経て最後は部屋の中で楽しまれた愛玩の文房美術品となる。日本人の文化が作り上げたこの水石は今世界へ広がっています。次週も引き続きこのさらに深く石を使って掛け軸を使った床飾りの舞台がこの奥にございます。そこをまたご案内します。お楽しみください。水石は奥深く広く、そして誰もが楽しめるものです。ぜひ皆さん面白かったなと思ったらチャンネル登録をお願いします。アーカイブスもお楽しみいただけます。ありがとうございました。